エモエモ。こんにちは、えもこです。今回はデジタルでお絵描きするときに iPad や液タブのように画面に直接描く方法がいいのか、板タブと呼ばれる板に描く方法がいいのか検証してみたいと思います。プロのイラストレーターさんの中でも液タブ派と板タブ派の人が両方いて、どちらがいいか迷っている人もいると思うので、今回はセンスラボさんからご提供いただいたこちらの板タブペンタブレットミディアムバンドルで実際にお絵描きしながら、それぞれのいいところ、気になるところを詳しくレビューしてみたいと思います。ちなみに私は学生の頃に板タブでお絵描きを始めて、最近 iPad や液タブも使うようになったのですが、液タブは体への負担が大きくて、たまに板タブに戻りたくなるので、もし使いやすかったら思い切って板タブに戻ろうと思います。この板タブはプロ向けですごく描き心地がいいらしいので、使うのがとても楽しみです。それでは早速開封していきましょう。センスラボはアメリカの会社ですが、日本の大手ペンタブメーカーの元社員さんも開発に関わっているらしく、ちゃんと日本語もサポートされています。付属品は保証書、ステッカーにペンタブとパソコンをつなぐ USB ケーブルが2本、伸縮性があって付け心地のいい手袋に太さの違うペンが2本、お絵描きソフトの機能をボタン1つで呼び出せる片手デバイスにペンタブと付属品をしまえるケースがついていました。ケースは裏地がモコモコしていて、ペンタブが傷つかないようになっています。ペンタブ本体はプロ向けなだけあって、裏側がアルミ製だったりとても高級感があります。デザインが左右対称なので、左利きの人もペンタブを回転せずにそのまま使えます。サイズは A4 と同じくらいで、上側に USB-C 端子とスライド式の電源ボタン、盗難防止用のワイヤーをつなげる穴が開いています。本体に適度な重量感があって、裏側にゴムの滑り止めがついているので、使用中にペンタブ本体が動いてしまうことはなさそうです。上の方にはボタンが3つついていて、お絵描きソフトでよく使う機能などを自由に設定できるようになっています。それでは実際に使ってみたいと思います。まず2本のケーブルの先が小さい方をペンタブと片手デバイスに挿して、大きい方をパソコンにつなぎます。次にブラウザでセンスラボのウェブサイトを開いて、上にあるサポートからドライバーのダウンロードをクリック。自分のパソコンにあったドライバーをダウンロードしてインストールします。設定アプリでは筆圧感知の調整やショートカットキーの設定、LED の色などを細かく設定できるようになっていますが、初期設定である程度いい感じに設定してくれているようなので、今回はそのまま使ってみたいと思います。ペンは太めと細めのペンがついていて、太い方はよくあるペンタブのペンと同じような先の太いものになります。細い方は普通の鉛筆やアップルペンシルに近い太さなので、個人的には細いペンの方が持ちやすくて好きです。充電不要でバッテリーが入っていない分、アップルペンシルよりも軽くて持ちやすいと思います。グリップのゴムがサラサラでホコリがつきにくいのも嬉しいです。他の製品は細いペンが別売りで、後から数千円出して買わないといけないので、最初から無料で細いペンがついているのは個人的にすごく嬉しいです。それでは実際に書いてみたいと思います。直線を引いたり、ペンを素早く動かしてみます。書き心地はサラサラしていて、ザラザラツルツルしすぎないちょうどいい感じです。この製品は無線接続用のドングルもついていて、無線でも3時間の充電で16時間使えるので、有線と無線両方で書き比べてみましたが、ペンを素早く動かしても線が遅れて書かれるような遅延は感じないです。ペンの性能も数十万円するプロ向けの液タブと同じ筆圧感知レベル8192、傾き検知60度なので、ペンを押さえる力や傾きで線の太さや濃さを細かく調整できました。普通に絵を描く分には特に問題なく、とても描きやすいと思います。替えのペン先にポム芯とフェルト芯がついていたので、試しにフェルト芯の方も使ってみましたが、こちらはアナログのマーカーのような描き心地でした。個人的にいいなと思ったのが、ペンタブの絵を描くところの比率が今時のモニターと同じ16対9なので、思い通りの線が引きやすかったです。他のペンタブは描画領域が16対10で、モニターよりも若干縦に広いので、正円を描いたつもりが楕円になってしまったり、線が微妙に歪んでしまう場合があるので、設定アプリでモニターの比率に合わせる必要があるのですが、そうすると絵を描ける面積が少し狭くなってしまうので、
ペンタブがちゃんとモニターと同じ比率になっていて、描画領域を無駄なく使えるのはいいなと思いました。ドライバーの動作も安定していて、レビュー中に突然書けなくなるようなこともありませんでした。あと一緒に入っていた片手デバイスのクイッキーズがすごく使いやすかったです。片手デバイスはお絵かきアプリのよく使う機能をボタン一つで呼び出せて、お絵かきのスピードを速くできるのですが、最初のうちはどこに何を設定したか覚えられなくて、結局使わなくなる場合もあると思います。この製品には画面がついていて、どのボタンに何を設定しているか常に表示してくれるので、片手デバイスが初めての人でも使いやすいと思います。こちらも有線と無線の両方に対応していて、無線だと 2.5 時間の充電で52時間使えるようになっています。設定できるショートカットの数はボタン8個 ×5 セットの最大40個で、ボタンで切り替えられますが、切り替えるのに少しタイムラグがあるので、頻繁に切り替えるよりは線画の時のセット、塗りの時のセットというように作業工程によって切り替えるくらいが良さそうです。ホイールは無段階のカチカチ言わないタイプで、目の回転、拡大縮小、ペンのサイズの変更がスムーズにできるようになっています。この製品はお絵かきソフト以外でも使えるので、試しに動画編集ソフトでも使ってみましたが、ホイールで動画のカット編集が楽にできたり、お絵かきソフト以外でも使いやすかったです。この片手デバイスは単品でも買えるのですが、他社製のペンタブと一緒に使うとドライバーが干渉して筆圧感知しなくなることもあるようなので、片手デバイスだけ欲しい人は自分のペンタブとの相性を調べてから購入するのをおすすめします。久々に板タブを使った感想ですが、まず体にかかる負担が液タブよりも圧倒的に少なくて、とても快適にお絵かきできました。プロ向けなだけあって書き心地もすごく良かったです。 iPad や液タブでお絵かきすると体が前かがみになって首や腰に負担がかかるので、長時間お絵かきすると辛くなってくるのですが、板タブはモニターとペンタブが分かれていて、モニターから体を離して姿勢よく描けるので、長時間お絵かきしても疲れにくいと思います。液タブもモニターアームを使って目線の高さを上げれば、ある程度体への負担を軽くできるのですが、私は集中すると無意識のうちに画面に顔を近づけてしまって目が疲れてしまうので、モニターと距離を取れる板タブの方が目にも優しいと思います。この製品は手首の当たる部分がカーブしているので、手首が痛くなりにくいのも良かったです。もう一つのいいところは、ペンタブとモニターが分かれているおかげで自分の好きなモニターが使えるところです。デジタルでお絵かきするときは、なるべく大きいモニターの方が絵を拡大縮小しなくても細かいところが描きやすくなったり、全体のバランスを見ながら描けるので、できれば大きめのモニターを使いたいのですが、大画面の液タブはプロ向けのものだと数十万円くらいして買いづらいのと、万が一故障したら丸ごと買い替えないといけないデメリットがあります。板タブなら大きいモニターと板タブを両方買っても10万円前後で買えるし、どちらかが故障しても片方を買い替えるだけで済むのでコスパが高いと思います。あと板タブは液タブのように画面が自分の手で隠れないので、絵のバランスを確認しやすいメリットもあります。あと液タブは書き心地を良くするために紙の質感のフィルムを貼ると画面が白っぽくなって色の確認がしづらくなりますが、板タブは紙を貼り付けるだけで書き心地を良くできるし、画面にフィルムを貼らなくてもいいので画面が白っぽくならないのもいいと思います。ただ板タブはカーソルを遠隔操作する感じになるので、慣れるのに時間がかかるデメリットもあります。私も久々に板タブを使ったらうまく線が引けなくなっていました。液タブは画面に直接描けるので、アナログの紙に近い感覚である程度思い通りの線が引けるのですが、板タブはすぐに慣れる人とそうでない人の個人差があるので、実際にお店で触ってみるのをおすすめします。センスラボの板タブはつくもさんで取り扱っているので、気になる人は実際にお店で使ってみてください。価格は今回レビューしたミディアムサイズが 33,980 円、スモールサイズが 22,980 円で、プロ向けの板タブとしては標準的だと思います。片手デバイスは 9,980 円で、ミディアムサイズとのセットは合計で 1,000 円ほど安くなります。他の付属品も単品で買えるようになっていて、替えのペン先が優
安めなのが嬉しいです。Apple Pencil のペン先は1本400円くらいするのですが、この製品は20本で1280円で1本たったの64円なので、たくさんお絵描きしたい人にも安心です。製品の保証期間が2年と長めなのも嬉しいです。板タブは構造がシンプルで壊れにくいので、なかなか新製品が出ないのですが、この製品は今年出たばかりで、描画領域が今時のモニターと同じ16対9になっていたり、細いペンが最初からついていたり、すごく使いやすかったので、プロ向けの板タブを探している人や iPad や液タブから体に優しい板タブに乗り換えたい人におすすめの製品だと思います。個人的にとても気に入ったので、これから使っていきたいと思います。今回紹介した製品のリンクは動画の説明欄に書いておきます。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵描き関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。